俺多分3口吸ったと思うんですけど、初心者の方は絶対3口も吸わないでください。マジで一口で十分。俺はもうこれ以上吸いません。なぜならめっちゃ効いてるから。ビッグラブリオです。アヤワスカや大麻などのサイケデリックスの可能性を2022年の日本の皆様にお伝えしているシャーマンリオです。今回は HHC90% 吸ってみたっていうことで、実際に HHC90% を吸ってみてレポートしていきたいと思います。もうめっちゃこれわかります？固形なんですよね。逆側にしても液が流れてこない、すごく濃縮された樹液みたいな状態で届いて、で前回 45% のものを吸ったんですけども、あれとは比べ物にならないぐらい強烈でした。前回の動画見てない方ぜひ見てみてほしいんですけども、結構まったりするっていうか穏やかな感じでポワーっとする程度だったんですけど、この HHC は普通にハイになるし、あとマンチーにもなります。マンチーってのは英語で大麻を吸ってお腹が空いた状態になること。何の気なしに届いてちょっと舐めてたんで一パフしてみたんですよ。ちょっと散歩をしたらすれ違う人がみんな愛おしくて、ハグしたいぐらい愛おしくて、人類愛が胸の底からパーって広がってくる感覚。家にあったチョコレートも全部食べちゃいました。改めて HHC を軽くおさらいしておくと、 HHC っていうのはヘキサヒドロカンナビノール。2022年1月、日本で合法の大麻といっても過言ではないぐらい効き方は THC そっくりです。なぜかというと THC に水素を足して HHC なんですよ。ほぼほぼ同じものだっていうことで、 THC に水素を加えてるから THC じゃなくなってて規制の対象にはなっていない。ちゃんとしたセットとセッティングで使えば俺これとってもいいものなんじゃないかなって個人的に思うんですけど、 Twitter でいろんな人の意見を見た感じ賛否両論結構あるんですよね。で否定派の意見の人たちをちょっとざっくりまとめると3つあって、まず1つ目、大麻愛のかけらもない悪質な業者だったり転売ヤーがいるっていうこと。要はお金儲けしか頭にない人たちが何のケアもなしに売りまくってるっていう。 HHC ショップの商品を買い占めてメルカリで2倍の値段で出していたり、これめっちゃ強烈です。初めてやる人は絶対に一人でやらないこと。信頼できる人と落ち着いた環境で落ち着いた心でセットとセッティングを整えてやる、めっちゃ大事なんです。愛のある業者さんってそういうこと書いてるんですよ。初めてやる人はまず一口吸って10分ほど様子を見てください。外ではやらないこと、運転はしないことみたいな風にちゃんと注意書き書いてるんですよ。でメルカリとかでボンボン売ってる人ってそういうこと一切書いてない。こんな強烈なものを何の忠告文もなしに売っちゃってるって。でこういう業者の存在に関してはもう買う方のリテラシーを高めていくしかない。メルカリで偽物売ってる業者って結構見分けられるんですよ。評価の悪いところにこれ 90% って言ってるけどシャバシャバじゃんとか書かれちゃってたりとか、それから検査済み証明書を開示してる業者から買うとか、例えば COA っていう成分分析表があるんですけど、農薬を使っていないこと、重金属が含まれていないこととかね、どんな成分が入ってるか、 THC 違法な成分が入っていないってことをちゃんと証明している業者から買うこと。で2つ目はオーガニック派の人たちがHHC はケミカルだから良くないものだみたいな、長期的に使用したらどんな害があるか分かんないよって感じで否定しているっていう。これもオーガニック派なんです。玄米食べてるしエッセンシャルオイルをいっぱい使うし、あとは野菜もオーガニックのものをなるべく食べるようにしてるんですよ。でもだからといってケミカル、人工物イコール悪って決めつけるのは結構短絡的なんじゃないかなっていうふうに思ってて、そもそもナチュラルなものでも毒っていっぱいあるんですよ。例えばフグの毒のテトロドトキシンとか、トリカブトだって食ったら死ぬわけじゃないですか。あれも天然のものなわけです。以前の動画大学教授と大麻について話した動画で MDMA、 この MDMA という薬は本来重いトラウマを患ってる人、深刻な
PTSD を抱えている人の治療薬として開発された愛のお薬なんですよ。不純物のない純粋な MDMA はたくさんの人を自殺から救う可能性があるんです。俺は植物を愛してやまないオーガニック派だけど、ダメ絶対じゃないんですよ。ケミカルダメ絶対じゃなくて、体が欲してたらゴーゴーカレーとか食べるし、5って数比術的に発展とか展開とか人間を表す数字で、とっても運気がいい数字なんですよ。なんかね、ゴーゴーカレー定期的に食いたくなるんですけど、この世に存在しているっていう時点で、それは宇宙に存在を許されているっていうことなんですよね。だからコンビニのご飯だってね、添加物が入ってるものだって感謝して食べれば、それはもう愛だと俺は思うんですよ。添加物をなるべく摂取したくない派の俺でも、ケミカルイコール悪って決めつけるのはなんか短絡的な感じがするし、あとそもそも HHC って水素なんですよ。 THC プラス水素。水素に対して俺は悪いイメージを持ってないんですよ。水素吸入って皆さん知ってますか？水素って医学的にすごく今注目を集めてて、美容とかアレルギーとか、中にはがんやうつ病にも効くんじゃないかってことで、今徐々に注目が集まってきてるんですね。水素と合成された THC である HHC ってのは、ひょっとしたら THC にはないメリットもあるんじゃないかなっていうふうに思うんです。水素に詳しい方がいたらぜひコメント欄で教えてください。で、3つ目、どうせ脱法ハーブの二の舞になる、どうせ規制されるんだからっていう意見が目立ったんですけど、なんか初めっから悲観的すぎるなって思うんですよね。確かに脱法ハーブみたいに何も知識もない人がこれ吸って車運転して事故を起こして終了っていう可能性もあるけど、じゃあそうならないように正しい知識を広めたいって俺は思うんですよ。吸ってめっちゃハイになってる時は運転しない、セットとセッティングに気をつける、初心者は一口吸って様子を見るとか。仮にいつか規制されるとしても、この状況って大麻に偏見のある人たちの偏見をなくせるチャンスなんですよ。なんで世界的に大麻が解禁されてて、日本はこんなにも大麻に対して遅れてて、大麻イコールすげえ怖いもんだっていうプロパガンダが成立しちゃうかっていうと、それはシンプルに大麻が身近にないからです。吸ってる人がなかなか身近にいないからです。 HHC のこのリラックス効果を体感したら、大麻っていいものじゃんって思う人いっぱいいるはずなんですよ。特にこのストレス社会に生きる日本人こそ。さらに突っ込んで言うと、俺が一番力入れてるアヤワスカ、ペルーのスピリチュアルドリンク、地球最強の幻覚剤アヤワスカ、この良さを広めたいんですけども、やっぱり何もサイケデリックス経験がないままいきなりアヤワスカってちょっと強烈すぎるんですよ。だからせめて大麻を経験してからアヤワスカを経験してもらうっていう、いきなりマジックマッシュルーム、いきなりアヤワスカじゃなくて、一旦大麻っていうマイルドなサイケデリックス、お酒以外でハイになるっていうことを経験してもらってから、もっと強いサイケデリックスに行けばいいと思うんですよね。だからこの HHC には本当に可能性を感じてるわけです。ってことで、なんか前置きが長くなったんですけども、早速 HHC90% 吸ってレポートしていきたいと思います。今時刻はだいたい10時半ですね。はい。とりあえずまず一口、これ一口でも本当に十分効くんで、とりあえず一口まずいきます。煙の濃度がもう全然45% の時とは比べ物にならないぐらい強いキック感があります。入ってるって感じ。吸った瞬間にもうすでにもう回ってるって感じ。今の感覚を言うと、なんつうんですかね、一個体の周りにオーブみたいな、ベールみたいなのがあって、もうこの辺が後頭部がふわーってこう柔らかくほぐれていくような感覚。めっちゃふわふわしてますちょっとね、この咳してんの見ると大丈夫なのかなって思う人もいると思うんですけど、ジョイントの方のマリファナを吸っても咳込むってのは結構普通なことなんで、
これはすぐ収まるんですよ。最初だけ咳き込んで、都市伝説かもしれないけど、咳き込むことによって血液が循環して効きが良くなるってタランティーノの映画で言ってました。2、3分経ったのかな。もう一口いきます。で、数量をちょっと抑えれば、さっきの量と同じ量いったらまたむせちゃうから、ちょっとこう抑えて吸って調整すれば咳き込まなくてもねいいんですよ。これくらいから。本当に俺ね、チルって言葉すごいいいなって思うんですよね。チルるとかさ、チルしてるとかっていう言葉定着したじゃん。チルって言葉の前って多分ね、ぼーっとするっていう言葉しかなくて、なんかこうぼーっとするだとちょっと否定的なニュアンスっていうかさ、日本人やっぱ働き者すぎちゃうから仕事サボってるみたいな、何ぼーっとしてんのみたいな風になっちゃうじゃないですか。でそれをなんかチルするっていう言葉が出てから、私は今何もしないをしています。何もしないをするってめちゃくちゃ大事じゃん。 Be here now で Let it be じゃん。何もしないをしていると自分が空っぽになるから、たくさんのものが入ってくるんですよ。愛とか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 ね。愛とか愛とか愛とかね、もう愛ばっかりじゃん。本当は宇宙って愛で満たされてるじゃん。それになかなか気づけないのは俺たちがいつもパンパンだから。現代人基本的にずーっと考えてるか、なんかこう外側のものをじーっとこうスマホ見てるかするかしてるから、自分と向き合う本当の意味で自分の心と自分の脳とか言葉じゃなくて自分の魂と向き合う時間が現代人なかなかないんですよ。でチルするっていうのは何もしないをするってこと。何もしないをしていると頭が空っぽになるとだんだん本当の自分が見えてくるんです。本当に現代人はさ、俺も人のこと言えたもんじゃないかもしんないけど、外側のことばっか知ろうとして自分のことを知ろうとしないよね。自分が本当は何が好きなのかとかさ、自分がどういうエネルギーを持って何が好きで何が嫌で何を愛してますか。あなたは何を愛してますか。なんでねさっきから目閉じてるかっていうと、今光にめっちゃこう過敏に反応するようになっちゃって、この光が眩しいんですよね。もう一服します。3口目。今35分。瞑想とかヨガとかするとやっぱそういう自分と向き合う機会やったらけど、どうやったらいいかとかね分かんない人もいっぱいいるんですよ。いきなり瞑想するとかね。でこう HHC をするともう一発で瞑想状態に入るんですよ。強制的な瞑想状態というか Let it be の Be here now 状態、今ここにあるっていうこと。スマホ見てる時って今ここにいないんですよ。自分の魂じゃなくて脳の中にいるんですよね。脳の中の小さい部屋の中で外側の世界に入り込んでいる状態。もっとハートで過ごすっていう。子供の頃って多分今よりもっとハートで過ごしてたと思うんだよね。なんかわーってなんかね存在してるだけで楽しくなかったっすか、子供の頃って。もう生きてるだけでハッピー、なんか毎日がキラキラしてて楽しいって、あの状態で生きれたら人生超楽しくないって。俺が毎日やってるのはそういうことなんですよ。どうやって気持ちよく生きるか。子供みたいにバー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 みたいなことやったら変なやつになっちゃうじゃん、大人になったら。だけどあの感じを今の大人の状態と融合させて最強にハッピーで仕事も楽しくやれて仲間とバイブス高くやれてみたいな風に生きれたら人生最高じゃないですか。それもやっぱねタオなんだよ。タオ、子供の心だけど社会も必要だから、社会を否定する必要はないし、子供の心のまま社会っていうところを楽しくサーフィンしていけばいいわけよ。はい、それじゃあ今11時55分です。はい、改めて3口はちょっとこれ多すぎる。初めてやる人はこれ絶対あかんわ。俺は今すごく気持ちよく
乗りこなせてはいるんですけど、一発目で体験する量じゃないと思うんですよね。ものそのものを否定したって何の解決にもなんないんです。だって包丁だっては使い方なわけじゃん。ちゃんとした使い方でうまい飯作るか、また振り回してね人傷つけることもできて、 HHC だってそうじゃない。用法用量を守って、で一口でいいと思います。初めての人は特にね、一口吸って、で穏やかな気持ちで。これはさ、俺の親友がくれた植物なんだけども、俺はほんと植物を愛してるのは、こいつらは自分の気持ちいい方向にしか伸びていかないんですよ。これは窓際に置いてるけど、必ずね、例えばじゃあこういう風に置いたらあっちが窓だとして、こっちにクニューって伸びていく。必ず太陽っていう大きな愛、自分にとって気持ちいい方向に向かって伸びていくのがこいつら植物なんですよ。で、俺たち人間は多分だけど自然界の中で唯一行ったら気持ちよくない方をちょっと想像しすぎちゃうのかも。こうなったらいいなっていうことよりも、こうなったら嫌だなって考えることの方が多くないですか？そうやってね、人間はね危険を回避して種をここまで残したから今の俺たちがいるんだけども、でも今ってこれだけ安全な環境があるんだから、命に関してはねとっても安全じゃないですか。だから心をどうやったら豊かにするっていうフェーズ、人類として次の進化ってのはどうやったら心を豊かに生きていけるかってのが今の俺たちが直面してるフェーズで、物質的なところ、体とかっていう次元はもう古いんですよ。それは今風の時代って言うじゃん。風の時代ってのはコロナと同じタイミングで始まった精神と自由と創造の時代のことで、それまでを2020年より前の時代を地の時代って言って、地ってやっぱりこう地面だからさ、積み重ねていく、物質的な世界に生きてて、で風の時代入って精神と自由、風だから軽やかに飛んでこうと時代に入って、風の時代ってだから次の進化の話なんですよね。次の人類の進化ってのは心地よさの方に心を気持ちよくさせていくっていうフェーズに来てるっていうふうに俺は思ってて、でこれね、こいつらを見ればそれはブレない、心地よい方を見ればいいんだなっていう、とにかくこいつらは太陽が大好きだから、太陽が気持ちいいから大好きなんだと思うんだよね。だから俺たちももっと気持ちいいこと考えて生きればいいじゃん。なんかね、テレビのニュースとかの影響で気持ちよくないものを見ることに俺たち慣れすぎちゃってるんだよね。だから自分が本当は何が好きなのか分からなくなっちゃったりとかね、好きなことを、好きな音楽だったり好きな映画だったりね、自分の心が気持ちいいと思うものをもっと自分の生活に取り込んでいくことの大事さみたいなのがこの風の時代で、本当にスピリチュアル好きこそ HHC をやった方がいいと思います。この今を生きる、風の時代の風に乗って生きる、心地よく精神とクリエイティビティを解放して生きるっていう意味で、アヤワスカほど強烈じゃないし、で本当に軽く吸った感じだったらこう気持ちよくリラックスして、本当に自分のハートが分かるんですよ。自分のハートの感覚がすごくブーストされて、好きっていう気持ちとかポジティブな気持ちとかっていうのはブーストされて、逆に今否定的なことを考えたらそれもブーストされるから、嫌なこととか誰かの愚痴とかネガティブシンキングができなくなるんです。感覚が敏感になるから。ある種みんな麻痺してるから自分の見たくないものを見たりずっと見たりできるよねっていうさ、テレビの悲惨なニュースだってさ、別に自分が気持ちよくなるから見ているわけじゃないじゃないですか。みんなね、必要なんか見なきゃいけない気がしてるから見てるってだけで、本当は別にそもそもあなたが好きなものを見てないですよねっていう。だからもっと自分の好きなものは何で、嫌いなものは何なのかとかも、あなた自身のことをもっと知った方がいいですよ。何してるとあなたは気持ちいいとかって気づくのに HSC もすごく役に立ったりします。こんな感じで
すごくいい感じになってきて、なんか音楽を聴いたりしたくなったので、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか？はい。HHC どこのがおすすめとかって聞いてくれる人もいるんですけど、農薬、重金属など不純物がない高濃度の HHC を準備中です。準備ができ次第公式 LINE で告知します。HHC のセッション、ヒーリングイベントやろうと思ってて、これは HHC、要は大麻を経験したことがない、サイケデリクスを経験したことがないんだけど HHC やってみたいっていう人のためのセッション、吸っていただいて、やっぱ音楽との相性絶対いいから、音差ヒーリングっていうね、実は俺音差ヒーラーなんですよね。音差ヒーリング研究会っていうところで、認定音差ヒーラーっていうことでね、HHC と音差ヒーリングめちゃくちゃ相性いいです。もう本当に解けると思う。こういうね、音差を使って聞こえるかな、要はね、この振動を直接骨に響かせて、骨から消化体を直接ほぐすっていうね、そういうイベントの告知もLINE でやっていこうと思ってるんで、今日なんかいろんな話をした気がするけど、俺が言いたいのは、最後に俺が言いたいのはたった一つですよ。もういいじゃん、別に HHC だろうが HHC じゃなかろうが、もうせっかく地球に生まれて今こうして生きてるんだから、ハッピーに生きようぜっていうこと俺が今日伝えたかったのはそういうことです。動画が良かったと思う方、グッドバイブスボタンと感じたこと、コメントをぜひコメント欄にもらえたら俺もハピネスシェアしようぜ。はあ、ゆっくりこの後音楽でも聴こうと思うので、ヨガをして瞑想をしてもう寝ます。俺のビッグラブを送って終わりにします。画面の向こう側で皆さんも手をこすってみてください。エネルギーをこう手をねこすって離して熱を感じて、その熱を大きくして閉じたり大きくしたり、ゆっくりね目を閉じてやるとね、そう感じる人も結構いると思うんですけど、これが気です。エネルギーです。これがラブです。最後にビッグラブをお送りして終わります。では行きます。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys on next. またねー。